マホナコ研究所の磯間です。今回はストライモンのレックスロータリースピーカーを再現したペダル紹介したいと思います。レックスなんですけども、ちょっと前にね、友達が書いたバージョン1チェックしまして、今はバージョン2があるよと、音を知りたいということでね、僕自身も興味ありましたので、ストライモンジャパンさんにね、ちょっとお願いしまして、こちらの答え借りております。このストライモンのレックスバージョン2なんですけども、ご覧の通りつまみもいっぱいあってミニスイッチもついてますので、いろいろね細かな設定ができます。でマニュアルを見ても各つまみの説明ね、ロータリースピーカーすごい詳しい方だったらイメージできるんですけども、知らないとかねいう方だったらなかなかねピンとこないと思うんですよね。今回の動画もこうつまみ触りながらねちょっとこんな感じで音変化するなっていうのをね伝えていけたらなと思っております。であとバージョン1もちょっと友達から変えた分まだ僕持ってますんで、どんな感じでねバージョン1とバージョン2音が違うのかもチェックしていけたらなと思っております。でギターはねテレキャスターでアンバークリーダーのアビエーターです。とりあえずねつまみは全部12時で、このドライ左に回し切った状態で鳴らしていきたいと思います。で、こっちがねエフェクトオンオフのスイッチで、こっちめちゃくちゃ早く点滅してますけど、これね押しますとこんな感じで今 LED 点滅めっちゃ遅くなったんですね。でこれファストとスローで、その揺れのスピードをね、こんな感じで切り替えができます。実際どんな音かもねもう鳴らしてみます。バイパスサウンドからエフェクトオンにしてみます。フェイザーでもないしコーラスでもないみたいなね独特のやっぱ入れ方するのがこのロータリースピーカー系のサウンドだと思うんですけども、ロータリースピーカー自体ね昔の機材でして、こんな感じの分で作りもね、言ったら原始的な作りなんですね。で実際物も結構こう箱みたいな大きいやつだったりするんですけど、それがねコンパクトサイズのものにね、シミュレートしているよっていうものなんですけども、でさっきちょっと鳴らした時にねこっち太スイッチ触ったと思うんですけど、こう押した時に LED 遅くなると、徐々にスピードが変わるっていうね、この落ちていくスピードの変化の加減を触れるっていうのもこうレックスのいいとこで、例えば今は多分これミディアムなのかな、真ん中のモードをしてるんですけど、これ例えばスローとかにするとそのスピードの変化が緩やかに変わるっていう部分ですね。じゃあこれね今度ファスト速いモードで切り替えてみます。このねスピードが変わっていく加減とかこれをねちょっと調整できるよと。でこれがねこのランプというスイッチですね。あと音が明らかに変わる分でいうと、このマイクって書かれているこのフロントとリアですね。ざっくり言うとそのマイキングの位置をフロント前からするのかリア後ろからするのかっていう分で、今はリアで弾いてました。でリアとフロントも一回ねちょっとこの状態で一回切り替えてみたいと思います。フロントの方が
すごい甘い音がしますよね。でリアにした方が割と音の芯が出るような印象に僕は感じました。次スピードいこうかな。スピードはもうね分かりやすいですよね。この揺れのスピードですね。で、ファーストとスローを個別にねモードっていうのかな、今多分スローだったらこの設定してる時にスピード回してあげるとかね、ファーストだったらこの早く点滅してる時に回してあげるとおのおの設定できるっていうね仕様で、例えばファスト一番右回しいっぱいでスローの時一番左回しいっぱいとかの状態ですと、これファストですね。スローに切り替えますね途中で。という感じで、その揺れ方の分ですね、遅くした時と早くした分で変えれるんで、スローの時のね、そのロータリースピーカーサウンドっていうのかな、フェイザーの例えばフェイズ90とかだったらつまみを0にしてるのともまたちょっと違うんですよね。なんか音のこのね音色の感じっていうのは本当に独特なものがありますよね。じゃあ、とりあえず今この状態でマイクディスタンスですね。これはそのマイキングしてるマイクの距離を離したり近づけたりするのをシミュレートしてる分なんですけど、これもねちょっと触ってみましょうかね。とりあえずね、じゃあ、12、11から左右に1回振ってみます。左回しにした方がエフェクトのかかってる感じがちょっと強くなるのかな。帯域の調整というよりはね、エフェクトのかかり方を調整するような印象に近いかな。次はこのね本レベル触りたいと思います。これはねもう結構分かりやすいと思います。広域の出方とか変わりましたね確か。単純に広域の出方を調整できるという部分ですね。とりあえずその音色の部分で言いますと、その帯域とかですね、広域とか定義の出方とか含めた部分の音作りで言うと、このマイクのフロントとリア、あとはこのマイクディスタンスとホーンレベル、ここをね触ることで音の雰囲気を作れたりはしますね。例えば今マイクフロントでホーンレベル、このねフロントにした方がちょっと甘い音するよって言ったんですけど、これに対してですね、もうちょっと広域を出して音の芯を出そうかなっていう場合だったら、ホーンレベルちょっと右に回しにしてあげて、でもう少しねエフェクトかかってる感じが欲しいなっていうんだったらマイクディスタンスをちょっと触ってみる。これだったらマイクディスタンス、僕の感覚で言うと、こっちに回した方がねちょっと太くえぐくかかるような印象はあるかな。そうですね、だいたい今ぐらい1ぐらいからぐわっとエフェクトのかかってくる感じが変わるので、今やったように、ちょっと出した音に対して触っていくと本当に細かな音作りができるという感じですかね。であとはプリアンプドライブで、ここは右に回すと歪むよという部分ですね。で今僕ちょっと12時の位置で弾いちゃってたんですけども、ボリュームが基本12時でユニティなんですよ。オンオフしたら変わらないよという状態なんですけど、今の現状だとちょっと音量上がりますよね。プリアンプゲインをちょっと下げてみますね。例えばこれぐらいで僕の今の弾いてる環境だとオンした時に変わらないユニティのセッティングになるかな。
そのプリアンプゲインは上げていくと、ちょっとね、歪みますみたいなことを書いてるんですけど、とりあえずね、左回しいっぱいから右回しいっぱいまで鳴らしてみたいと思います。そうですね。なんかすごく歪むわけじゃないんですよ。ほんのわずか歪む。ちょっとオーバードライブするかなみたいな程度の歪みなんですけど、温かみのあるサウンドがね、得られるという印象ですかね。で、ボリュームは右回しにすると最大6デシベルのブーストで、左回しにすると6デシベルのパッドですね。なので、音量を小さくすることもできるし、ちょっと大きくすることもできるというね、仕様ですよね。あとはドライですね。これ今、左回しいっぱいで最小値にしてたんですけど、これは一応右に回していくと、ドライ音、その原音ですね。エフェクトかかってない音をブレンドしていきますよっていうところですね。で、右に回し切っても50対50。半々ですね。設定できるよという分です。でちょっとね、今最小値なんで、今の状態から右回しいっぱいに回していこうと思います。こんな感じでドライ音を、50対50半々にすると、エフェクトはもちろんかかってるんですけども、音がにじまないっていうか、ぼやけないというか、そういう感じしますよね。もちろんそのロータリースピーカーのエフェクトサウンドが、めちゃくちゃ欲しいっていう場合やったら、ドライは左回しいっぱいでもいいんですけども、例えばちょっと歪ませて鳴らす時なんかだったら、ドライ0よりはちょっとね、右に回していってあげた方が音はね、やっぱにじまないと思います。ではちょっとだけ歪ませる状態でね、このドライのつまみ回していこうと思います。ドライをね足した方が、一音一音の鳴り方とエフェクトのかかり方っていうのはね、どっちもちゃんと聞こえるようになったりするので、ここもどうだろう、好みだけどな、僕やったらこれぐらいかな。そうですね、大体今ぐらいまでドライ上げると、エフェクトもちゃんとかかりつつ、元のね音もちょっと聞こえてくるような感じで、バランスよくどっちも鳴らせたりする印象あるかな。ここはお好みなんですけど、このドライっていうねつまみも一応ついてますよと。サウンドはねこんな感じですよね。でバージョン1とね実際どうなのかもちょっと比べてみたいと思いますので、鳴らしていこうと思います。ちょっと聞いてみてください。
感じでですね、バージョン1とバージョン2、まあもちろんね、そのレックスっていう枠組みの中で言えば、ロータリースピーカーサウンドではあるんですけども、よりバージョン1の方がね、温かみになろうとしたかな。で、バージョン2の方が、こうちょっとクリアで、さっきのこのドライのつまみとかもあったりするんですけど、そのエフェクトのかかり加減っていうのかな、そこをね、こう調整もできるし、聞こえやすくなってる雰囲気はあるかな。まあ、ここは好みですかね。お好きな方をどうぞという分なんですけど、ただまあバージョン2の方が本当につまみ全部表に出てるんですよね。で、バージョン1の場合だったら、つまみ4つしかなくて、まあ例えばこの辺にある分も、裏モードですね、こうフットスイッチ両方しながらつまみ触るとかしないとダメなんですよ。で、そういうのをしなくてもこう音作りができるという分ではやっぱ V2 かこっちの方が圧倒的に使い勝手はねいいですよね。で、あとそうか、バイパスモード、バイパスサウンドね。バージョン1はトゥルーバイパスで、バージョン2もトゥルーバイパスなんですけど、バッファードモードも選べます。よりこうね、音作り、サウンドメイクする上で、こうより幅広い音作りができるようになっているのがバージョン2。で、ちょっと今回試さないんですけども、このバージョン2もそのいわゆる裏モードですね、なんかスイッチを押しながらとかで電源投入時になんかしたりとか、まあなんかそういうのでいろいろ他にも触れたりするんですよ。なのでよりね、こうロータリースピーカーサウンド、細かくいろいろ設定したいとかっていう方でも音作りを追求できる仕様になっているぞっていうのがこのバージョン2の方ですね。で、まあつまみいっぱいあるんですけども、とりあえずもう12時の位置にしておいて、あとはね、こう左右にちょっと触ってもらったりとかしてね、まあチェックしてもらえば全然わかると思いますんで、気になっている方は試されてみると良いのではないでしょうか。という感じで、今回はストライモンのレックス V2 紹介いたしました。最後までご視聴いただきありがとうございます。ではまた。